あれからやっぱり全体ですね。どこだけっていうことはなくて、全て描きました。人物もそうですし、葉っぱとかも以前撮っていただいた時は配置が決まってたぐらいなんで、描き込みながら肌を作ったり、葉っぱをもっと立体感を出したりとか、背景も濃く暗くしていきました。やっぱり背景は暗くしていくのはちょっとだけ時間かかりますし、その雑にガリガリ描いてたりはしたくなくて、それは鉛筆のその筆致の跡っていうのも少し残るので、その辺も汚くならないようにっていうのも気をつけてたんで、ちょっとそこは神経は使いましたね。この作品は3点で、ちょっとしたストーリーを込めてるんですけど、こっちが白の女王の息というタイトルで、こっちが赤の王の涙っていうタイトルなんですけど、その白の女王とか赤の王っていうのが錬金術に出てくるその存在なんですね。で、その錬金術っていうのは統合と変容のプロセスを、その象徴する概念なんですけど、要は赤の王っていうのは火とか、太陽とか、その心理学でいうところの男性性だとかシンボルなんです。で、白の女王っていうのは火に対しての水とか太陽に対しての月とか、心理学でいうところの女性性っていうものとか、あと水銀とかそういうものを錬金術の中では、シンボルとして持っている存在なんですけど、赤の王っていう男性性的側面が持つ涙っていうものと、こちらは白の女王という女性性的側面が持つ息っていうものを、画面の中に一緒に描くことで統合させたいみたいな意図があって描いてるんですね。で、涙っていうのは要はその受動的な感情の表現であって、あんまり泣こうと思って能動的に泣くというよりは、何かがあったことで、受動したことで発露される現象っていうのが、その受動っていうものが、女性性の方なんですけど、男性性とその男性の中にある女性性だとか、こっちで言うと息っていうのは発声とか呼吸を意味させてるんですけど、息というのは、受動というよりは無意識ではあるけど、呼吸っていうのは自らやっているとか、能動性、発声もそうで、発声も能動的なもの、行為として男性性の行為を象徴するものとして、女性の持つ男性性っていうところを私の中でこれは作ってます。で、その2つの対峙する性質がこう合わさることで、新しいエネルギーだとか可能性だとか、なんかそういう概念みたいな存在が生まれるっていうのが、錬金術ないし生命のその営みなり、命がこう連綿と続いていくこととつながってるなと思って、こういうテーマを今回書いたんですけど、この2つが結合したことによるこちらの最後の作品が、ここに胸に卵が書いてあるんですけど、卵っていうのも、やっぱり新しい命とか可能性とか未来を示唆するもの、シンボルとして誰からもイメージできるものだと思うんで、ちょっと卵っていうものもその未来への、希望というか、未来への希望っ
っていう言い方をするとちょっとチープかもしれないんですけど、そういう、ものを描きたいなと思って卵を配置させています。今後トライしてみたいことは、例えばテーマで言ったら、最近はその心理学の方も興味があるんで、そういう心の動きなりを画面上に入れていきたいなとは思っていて、それはちょっと感情表現とは違くって、今回出した錬金術とかのテーマもそうなんですけど、なんかそういう心理学とかで扱われる概念をモチーフにしてみたいなとは思ってます。取っかかりとしてはタロットカードも作りたいので、タロットカードの中にもその錬金術的な要素だとか、ひいてはユング心理学における男性性女性性、アニマアニムスだとかシャドウとか、なんか原型って言われるものとか、それがちょっとモチーフとして入ってたりするんで、なんか取っかかりはタロットカードから同時に心理学のそういうものモチーフを、合わせて勉強していきたいなと思ってます。